こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ようやくピラミッドの建築に着手しました。サバンナ大地と砂漠丘陵を切り開き、アカシアの木材ハーフブロックを2枚重ねで並べていき、縮尺の大きい地図にピラミッドが描かれたところまでです。正方形と書いてあるじゃない。正しいけど。さて日が暮れてきたので一寝入りしたところですが、狙い通り、鍛冶屋がダッシュで作業台とエンダーチェストに引っかかりました。ただの偶然でしょ。いやー経験値30まであと少しなので、ちょうど石炭買い取りが高い武器鍛冶屋でしたか。計算づくのプレイで無事に経験値が30になりました。でも何か忘れてない？さてゲーム再開。晴れ渡った天気で、ダイヤホルにはうってつけです。しかじゃ天気は雷くらいしか気づかないでしょ。急に雷が鳴ってビビらなくても済むんです。忘れ物はないはず、行きましょうか。なんだかしばらくぶりにリスポーン拠点に戻ってきましたが、やたら狭苦しい気がするのは気のせいでしょうか。息抜き企画の方が整備されてるわね。うっかりしてました。せっかく取引で経験値30にしたのに、今ダイヤの手持ちが一つしかないんです。未計算づくプレイね。まあうっかりといえば、前回の岩盤からのピラミッド建築の話ですが、またミスがあってすみません。削るブロックの数を20万と言いましたが、一桁読み間違えていて正しくは200万でした。どうもまだ大きな数量の感覚が自分でピンときてなくて、ミスに気づきにくいっぽいです。息抜き企画の方で疲れ果てていたんじゃないの？まあまだ思いっきり採掘できてないですから。そういえばエンダーチェストを入手して、周回中の丸石などを全部持ち帰ることが容易になりました。風車型の場合、周回が1周増えるごとに増える採掘数は約1スタック程度なので、あと20周以上はいけそうです。この企画でも結構掘るの？30周くらいまでは予定していて、あとは状況次第です。さて、やっとダイヤを掘り当てました。あとは耐久力3さえ入手できれば。普通なら簡単に出そうなのにね。さてリスポーン拠点に戻ってきましたが、早くも純粋に丸石だけでラージチェストがいっぱいに。そろそろ地上直通のレールを這わせた方がいいわね。地上から先、ピラミッドまで運ぶのにロバ使おうと思ってて、首綱が手に入るまで保有してます。つまり湿地が見つかってからということね。さて、肝心要のエンチャントですが、ようやく完璧な採掘用ツルハシが引けました。やばい、ガンガン採掘したいです。そのやる気は別の企画に回しなさいよ。まだ経験値があるのでもう一回。ってまたシルクタッチですか。やっぱり物欲センサーオフのが出やすいのね。今はまだいらないということで、ダメージ軽減法が見えてたブーツに回してみたら、これがいい感じに水中歩行3付きです。これもまだいらないんじゃないの？いえ、地上探索で時々かかるストレスが軽減されるのが魅力です。あとは適度に拠点をやや拡張し、随分と快適な空間になりました。今までよりはね。さて再び最前線へ。次が13周目、いよいよ最強ツルハシで本腰入れていきます。しかし2周も掘るとエンダーチェストがパンパンに。この企画では一気に長時間掘りづらいです。さて、再度拠点に戻ってきてまたも2回エンチャントできますが、金床仕様変更を考えると、採掘用ツルハシがもう1本欲しいです。だからそういうことを思ってると。なんと来てしまいました。何それ乱数調整でもしたの？私の熱意が天に届いたんです。届くとしたら地下だけよ。一応武器防具のエンチャントも調べたのですがちょいと微妙だったので、もう1回分は新調したシャベルに当てました。
確か一定レベル以上の効率強化がつけば、砂や土の採掘が限界突破的に速くなるはず。というわけで15周目突入です。もう一周だけ、もう一周だけ。企画の目的忘れてないでしょうね。で、砂利見つけました。やはり圧倒的な採掘力です。ちなみにプレイ後にウィキにあった表からこういう計算式じゃないかなと計算してみたら、ハイスピードになるシャベルは効率強化2からのようです。まあ本当に合ってる数字なのかは確認しないとわかりませんが。石の採掘って、効率強化4が限界速なのね。机上の空論ではどうもそのようで、サバンナ大地を削る際にビーコン使っても意味がないようです。でも計算通りなら、メサの型焼き粘土や色付き粘土はビーコン使えばハイスピード採掘ができるようで、試してみるのが楽しみです。さて15周目を掘り終わってダイヤが1スタックを超えました。まあかろうじて満足です。建築材料を集めるのが責務でしたね。と、その前にツルハシのエンチャントを、あらかじめ耐久力3が見えているとか、なんという安心感。うわぁ。運命に上がらっても無駄なのよ。まあこの企画ならいつか使うかも。で、次の割って次もか。精錬で再び経験値を30にしました。どうせシルクタッチがつくなら、草ブロックに禁止、ポドゾルの採取を考慮してシャベルに回してしまいます。と思ったらこういう時に限って耐久力3。まあ普通にシャベルとして使って使い潰せばいいんですけど。さて、久々の地上探索です。主な目的はアカシア以外の原木を探すことですが、後々役立ちそうなものは見つけたいです。さて1枚目の地図の探索エリアはまだ3分の1ほどで、まずはこの地図の範囲を調べます。そういえば砂漠の神殿に取り残しがありました。と言っても宝箱の取り残しは骨やゾンビ肉程度で、メインディッシュは TNT です。数集めるとなると砂漠の神殿頼りではきつそうね。スライムボールやエンダーパール集めの際にクリーパー狩りをするので、まあなんとか。さてと、まず見つけたのがタイガバイオーム、つまりは松の木です。海をまたがるとロバが使いづらいので、建築資材持ち帰りはエンダーチェスト頼りとなりそうですが。続いて山岳がありました。標高の高いところなら雪が取れます。雪集めはスノーゴーレム試す予定です。そしてその先に森林バイオームが、島っぽいです。多くの木と白樺の木ね。そういえば冒険の時間の方はチェックしてるの？まあ目視での確認では、多分現状こんな感じです。まだ大半のバイオームが未踏派なんですよね。周りは砂漠ばかりだものね。乾燥気候ついでにメサが間近にある奇跡を期待してたりします。さて地図の東側に着いたあたりで海底神殿が見えてきました。この企画ではスポンジ集めに複数攻略する予定です。そして複数回死ぬのね。いえ、万全の対策を整えます。それよりこんなところに海底ピラミッドが。でもなんか歪ですね。これなら勝てる。せめて正方形を脱して同じ土俵に立ってからね。さて大体一周という感じですが、この辺りもサバンナです。どうもこの地図、乾燥気候が広くて良さげな採取ポイントが遠いです。地図中央付近で2つ目の海底神殿が、ちなみに前作で相打ちとなった海底神殿ですが、海面に水蓮の葉を並べて複数のビーコンパワーを受けつつ、真っ向からゴリ押し勝負しようかなと思ってます。テクニックでどうにかするつもりはないのね。さて、ピラミッドの北西の端に着きました。ピラミッド付近の拠点をどこにするか色々悩んでいましたが、この辺りにしようかなと。地図上ではリスポーン拠点から結構近いです。闇の村に拠点構えてはダメなの？建築地点との往復がちょっとだるいんですよ。当面はこちらに拠点構えます。いずれはピラミッドはどんどん高くなっていきますが、
ここならちょうど川が流れてるので、ピラミッドの内側にはスムーズに侵入できますね。これ他の村から村人引っ越させるときどうやるのよ。さてどこだったかな。あった。まあまあ近場のチェストだけはピラミッド拠点に移してます。さてだいぶ集めてきました。で、砂岩と砂を別チェストに分けようと、一つずつ見分けていた時なのですが、偶発的に謎の技発動です。こんな便利な小技があるとは知りませんでした。さて、ピラミッド拠点の整理が終わったところで今回はここまでです。次回は松の木とオークの木の木材とそのハーフブロック分を集め、そしてハーフブロックで第3層まで建築できればと思ってます。一気に2層も作るの？結構時間かかりそうだけど。まあ、効率強化の用意は十分、砂岩はハイスピードで採掘できるはずです。頑張ってみます。まあ予定は予定ってことね。それではまたね。バイバイ。